地経学インサイトへようこそ。私は地経学研究所欧米グループ長で API の研究主幹をしております細谷と申します。今日は地経学研究所の所長の鈴木和夫さんと一緒に今年2024年どういう年になっていくか、特別編として話をお聞きしながらいろいろと議論を進めていきたいと思います。それでは鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今年はですね、いわゆる選挙イヤーということがしばしば言われております。世界で70カ国以上で選挙が行われるとも言われておりますけどもちろんその中で最も重要なものが11月のアメリカ大統領選挙ということでございますが、これが一体世界にどういうインパクトを与えるのか、このことが国際情勢に与えるインパクト、そして地経学に与えるインパクト、これについてまず鈴木さんどういうことを考えてらっしゃるかお聞きできればと思います。はい、2024年、非常に多くの選挙があって、もうすでに台湾での総統選、それから立法院選というのが、もう済みまして、で、蔡英文総統の後継者として、頼清徳さんがまた民進党3期目ということになりますけれども、この当選をしたと。で、当然民進党というのは、どちらかというと、アメリカとの協力を強化し、そして中国に対して抑止をするというか、中国との距離を取るという、こういう政党であるわけで、今後の中台関係っていうのも、これによってですね、大きく変わるというわけではない。これまでの蔡英文政権のこの継承ということにはなると思いますが、一層緊張感が出てくる、そういう関係になるだろうというふうには思っています。また、11月のアメリカ大統領選挙、これもまた、トランプ元大統領ですね、非常に先日のアイオワにおける、コーカスと言いますけれども、党員集会、ここで、圧勝という、そういう状況でありましたので、これが、その勢いを持ってですね、このトランプ前大統領が、この共和党の候補になるという可能性は非常に高くなったなという、そんな状況ではあります。それ以外にもですね、やはり3月のインドの総選挙、それから6月の欧州議会選挙、これなんかも非常にやっぱり重要な選挙になってくると思いますし、またそれ以外にもですね、それこそ2月にはパキスタンがありますし、また、アフリカでもですね、セネガルですとか、そういったところでも大きな選挙あります。それに加えてですね、やっぱりイギリスと日本は解散総選挙っていうのがいつあるかまだわからない状況ではありますけれども、可能性としては今年中にあるかもしれないということで、G7 でいうとですね、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ以外は選挙があるかもしれないという、そんな状況で、アメリカだけは確実なんですけれども、世界は大きく変わってくるので、地経学の観点から言ってもですね、やはりこの政権交代、特にやはりアメリカの大統領選挙によって、それに向けてまた例えば国内の保護主義的な政策ですとか、中国に対する攻撃的な政策というものが進んでくると、これはやはり地経学的なインパクトも非常に大きいかなというふうに思っています。で、一点だけ宣伝をさせてもらうと、地経学研究所ではですね、2024年こういう選挙イヤーですので、この選挙に関する特集ページを作りまして、で、それぞれ、すべての選挙をカバーしているわけではないんですけれども、主要な選挙、これは先日のバングラディッシュの選挙もですね、この寸評を載せまして、で、全面的にカバーをしていなくても、そうしたそれぞれの選挙でどういう意味があるのか、どういう結果が出てどういう意味があるのかということを、寸評を載せてますので、ぜひそちらもご覧いただければと思ってます。なるほど、ありがとうございます。今の鈴木さんおっしゃったページの地経学ブリーフィングとしてちょうどアメリカ大統領選挙の特集のシリーズを始めました。でこの1回目私はトップバッターで世界史を動かすアメリカ大統領選挙、ちょうど掲載されたばかりですので、合わせてそちらのページで
てご覧をいただければと思います。今鈴木さんから重要な点いくつかご指摘をいただきましたが、もちろん台湾の選挙、アメリカの大統領選挙、いろいろなそれぞれの地域の専門家がすでにいろいろな形で発信をしておられます。一方でその一つ一つの選挙というものの持つ重要さと同時に、それがつながってどういうふうに全体を動かしていくのか。例えば鈴木さんが何度も指摘していらっしゃった地経学的なインプリケーションということで言えば、1月13日にまずこの年の初めに台湾で総統選挙、立法院選挙があって、そして1年の最後、その後も選挙あると思いますけれども、11月に今度はアメリカの大統領選挙、まさに台湾で始まって、そして最後に最後というのはつまりその後にも選挙ありますけれども、大きなクライマックスとして11月年末にアメリカの大統領選挙で新しい大統領が決まるということになっているわけですね。で、そうするとこの2つですよね。今米中対立というものが国際政治あるいは地経学の基調となっていて、その焦点がまさに台湾である。台湾がどう動くか、それは TSMC の問題、半導体の問題もあれば、あとは昨年のサミット以来、フォンデアライエン、これ欧州委員長が3月に始めたいわゆるデリスキングですね。どういうふうにしてこの中国と向き合う、あるいは米中間でのこの対立、リスクというものを軽減していくかという、この2つの大きな流れがあるわけですね。そう考えたときに、やはり他の大きな問題も後ほどまたお話します。ウクライナの問題であるとか、あるいは中東の情勢すべてに影響してくるのがアメリカのリーダーシップ。アメリカが世界でリーダーシップというものをこれからも発揮し続けることができるのか、あるいはこれが大きく変わっていくことによってそれぞれの地域に巨大な影響を及ぼすことになるのか。言い換えると、大統領選挙の結果が出る前からもうすでに共和党の大統領候補と民主党の大統領候補、これがバイデン対トランプの再選になるんじゃないかというふうに言われてますけども、もうすでにその間にいろいろと出てくるわけですよね。その中で発言をすることにいろんなヒントが見えてくる。そう考えると、やはり台風の目はこのアメリカ大統領選挙におけるトランプ前大統領、ちょうどアイオワ州での共和党のですね、このトランプ勝利というものが確定し、しかもこれは 51% 圧勝、歴史的に見ても圧勝だったわけです。勢いを増すこのトランプ前大統領、そしてバイデン現在の大統領もやはりこの4年間、3年、少しですけども、どうも内向きなこのチップス法であるとか IRA 法と非常に内向きな政策が目立っているわけですね。この今始まったばかりのこのアメリカ大統領選挙を見て、特にこのトランプ前大統領の勢い、鈴木さんこれどういうふうに見てますか？細谷さんのお話の中にもいろんななんというか論点が含まれていたと思うんですけれども、まずはその一つにはそのアメリカ大統領選挙の重要性っていうのはこれはもうもう論を待たないわけですけれども、しかしもしトランプ対バイデンという、再選になった場合であってもですね、実は経済的には大きな変化はないのではないかというふうに言うこともできるかなと思っています。というのも、やはりバイデン政権になって、確かに環境政策ですとか、この同盟との関係っていうのは大きく、トランプ政権時代からは変わりましたけれども、実際のところ経済政策とか、特に貿易政策に関しては、ほとんど何も変わってないわけですね。TPP には戻らないし、それからWTO の上級委員も任命しないし、基本的なそのトランプ時代に起こした、例えば対中追加関税ですとか、これも実は取り下げてないんですね。で、こういう点では、さらに言うと、そのチップス法、先ほど出てきましたチップス法ですとか、IRA と言われる、このインフレ抑制法、こういった、どちらかというと保護主義的なものをさらに強化させたという点では、このバイデン政権の経済政策というのは、トランプ以上にトランプ的であるというふうに言っても、過言ではないような、そんな状況なんだと思います。おそらく、例えば、その環境に優しい、例えば電気自動車へのこの優遇税制だとか、そういったことは若干変わってくるとは思うんですけれども、全体のトーンとしてですね、この、地経学的な、
問題というか、地経学的なこの発想っていうのはあまり大きく変わらないのではないかというふうに、想像することができるかなというふうに思っています。ただやはり先ほど、最初にもおっしゃられてたその中国との関係ですね、特に台湾との関係、バイデン大統領はどちらかというといわゆるガードレールと言われる、米中関係を管理するという方向に進んでいて、ただ経済的にはかなり中国に対してですね、圧力をかけるように、例えば半導体輸出規制のようなことをやってきましたけれども、しかしそれでも対話をなんとか維持して、この米中関係を管理するというこういう姿勢を強く持っていたわけですが、今後もしトランプ前大統領がまた返り咲いた場合ですね、この中国に対するこの攻撃的な態度というのはより一層強化され、しかもそれは単に経済的な側面だけではなく、安全保障のバランスを崩すような問題になってくる可能性もあるかもしれない。で、その時にやはり重要になってくるのは台湾ということになると思うんですね。つまり、この今特に、中国に対してですね、強硬な立場を取る共和党、今アメリカ議会の下院は共和党が、多数で、しかもそこには中国共産党に関する特別委員会という、いわゆる中国特別委員会というのがあるわけですが、ここの、委員長であるギャラガーさんが今度また台湾に行くというようなことで、かなり刺激をしに、中国に対して刺激的なことをやろうとしていると。で、これは勢いとしてかなり、その共和党全体が対中強硬論というか、対中強硬姿勢っていうものを強く出そうとして、おそらくトランプ前大統領も大統領選に勝つためにですね、そうしたこの対中強硬論っていうのをより強めていく。で、それが極めてこの地域を不安定化させていく。台湾とすれば、むしろアメリカのコミットメント、これが強化されるということで、台湾としてはそれに対して歓迎するというようなことになると、非常にこのバランスが変わってくる、かなり、なんていうんですかね、緊張感の高まる局面になるかなというふうには思ってます。今鈴木さんいくつかとても重要なことをおっしゃっていただいたと思うんですけど、まず冒頭で実はトランプ政権で全てが、世界が終わるような形になるというよりは、もうすでにバイデン政権の時から非常に内向きなアメリカファースト的な政策が継続してた、特にこれ経済地経学の面では非常にやっぱり重要なご指摘だと思うんですよね。バイデン政権が誕生した時って、ヨーロッパってもうバラ色のような、もうトランプ政権が終わってバイデン政権のバラ色のような空気に包まれていたわけですが、しかしながらそれが実現した部分とそうでない部分、そう考えると、トランプ政権が再び誕生して世界が終わるわけではないし、バイデン政権が継続して世界の困難な問題が全て解決されるわけではない。だとしたら一体何が変わって何が変わらないのか。で、継続するところについては今まさに鈴木さんおっしゃっていただいたと思うんですけども、一方で変わるだろうと思うことが私やはり2つ非常に大きな懸念があって、部分的には鈴木さんお話しいただいてたと思うんですけど、一つは民主主義的な制度に対する不信感、もう一つはやはりこれ後ほど後半で大きなテーマになると思うんですけども、このトランプ氏が再び返り咲くと、これ選挙期間、すでにアイオワでも何度も言って、自分が選挙に勝ったら平和が訪れるんだと、戦争をやめるんだと。で、他の候補、ニッキー・ヘイリーとかはもう戦争をしたがってるんだと。自分だけが平和を求めるんだと。これもう、初日で自分は戦争を終わらせるって、もう支援やめるってことですよね。ですから、ウクライナの支援をやめる。8年前の大統領選挙では、ロシアが相当程度トランプ陣営を支援し、間接的に支援し、ヒラリー陣営を攻撃してと言われてますけども、言ってみたら、ロシアからしたらこんなに惜しいことはないと。トランプ氏が勝てば、ウクライナの支援が止まって、今の困難な国際的な孤立と戦況の非常に苦しい状態から脱出できるという、一
方でウクライナからしたらもうまさにこれがナイトメア、悪夢になるんですよね。でその点では先ほど鈴木さんがおっしゃっておられた5月の欧州議会選挙も非常にこれ重要になってくると思うんですけども、もちろん中東に対してもこれどちらが勝つかって全然また行方も変わってくるかもしれません。このあたりのトランプ政権、第二次トランプ政権が誕生する継続する面と断絶する面、この断絶する面、あるいは不安な要素、世界を不安定化させる要素というものを鈴木さんどういうふうに見てますか。はい、中国に関してはもうすでに述べた通りですけれども、一つにはやっぱりホセさんが指摘された1点目ですね、その民主主義自体のこの脅威っていうものがより鮮明になるのではないかと。すでに、ちょうど今やっているそのダボス会議でもこの、AI をはじめとする新しい技術によって、このフェイクニュースですとか、選挙における様々なこの偽情報、ディスインフォメーション、こういったものが跋扈するようなそういう時代にこれから突入していったときに、じゃあそれをどうやって規制するのか、どうやって管理するのか、どうやって民主主義を守るのかということが大きな争点になる、そういう年でもあろうかなというふうに思っています。実際アメリカ、これまで民主主義の総本山というか、自らがですね、この世界を民主化していくということを、積極的にコミットしてきた、そういう国がですね、まさに民主主義自体を否定するような人によって大統領を選ぶというこんなことが進んでいくとですね、本当に民主主義って何なんだみたいな、そういうこの制度、この思想に対する決定的な不信感が生まれてきてしまうというこういう問題が生じる恐れがある。今後ですね、本当に民主主義が信頼をどうやって勝ち取るのかということを今のうちから我々ちょっと考えておかなければいけないのではないかというふうに思うのが一点と、もう一つ中国以外の国際情勢で言いますと、当然今細谷さんおっしゃったように、プーチン大統領、トランプ大統領の再選を願っている人っていうのは世界で最も、強く願っている人の上から3人を挙げるとすると、プーチン大統領とネタニヤフ首相とキム・ジョンウンだと思うんですよね。間違いないですね。で、この3人はもうとにかくトランプ待ちで今やっていると。つまり今のロシアのウクライナ侵攻もとりあえず11月、ないしは来年の1月ですね、トランプ大統領が就任、当選すれば、その大統領に就任するという、その来年の1月まで待てば、自分たちは圧倒的に有利な状況になると。ウクライナの場合、やっぱアメリカの支援がなくなればですね、戦争の継続っていうのは極めて難しい。で、ヨーロッパがアメリカに代わってですね、このウクライナを全面的に支援すると言っても、やっぱりアメリカの抜けた穴を埋めるというのは、極めて難しいのと、また欧州議会選挙でもですね、今、ドイツの AFP、ドイツのための選択肢ですとか、フランスの RN という、この国民連合ですね、ルペンの、いわゆるこの極右というか、反移民の、そういう政党が、実はすごく支持を得ていて、フランスの中ではこの国民連合っていう、その右翼の政党が一番支持率が高い。今投票すれば第一党になるだろうというふうに言われていて、欧州全体の選挙なのでフランス一国で決まるわけではないんですけど、こうした極右の連合が作るこの政党グループが欧州議会でこの強くなればですね、このウクライナ支援についても、またヨーロッパのウクライナ支援にもいろんな歯止めがかかる。すでにハンガリーのオルバーン首相はいろんな形でこの抵抗をして、でこのウクライナへの支援を止めるようなことが起きているという意味では、もうプーチン大統領からすれば、もうこの6月の欧州議会選挙、そして11月のアメリカ大統領選挙をもう期待して待っているという状態だと思います。で、ネタニヤフ首相は、彼は
イスラエルの政治っていうのは非常にこう複雑というか、まあ、難しくてですね、過去5年の間に5回総選挙をやっていて、で非常に不安定な政治状況でなかなかこう政権をこう安定させることができない。でも今の、ネタニヤフ政権というのは極右の、まあ、いわゆるなんていうんですかね、ユダヤ人至上主義みたいなことを主張する、そういう政党をこの含んだ連立政権になっていて、まあ、そういう意味では今の、まあ、戦争遂行、まあ、ガザ地区へのこの、まあ、地上戦を続けるというそういうことを、まあ、積極的に続けたいというまあ、そういう政権であると同時に、このトランプ大統領が、まあ、トランプ前大統領がまた返り咲けばですね、まあバイデン大統領とネタニヤフ首相の関係っていうのは悪かったんですけれども、その前のですね、トランプ政権時代というのは、もうイスラエルのこう望むことをかなり実現してくれた。まあ、例えばアメリカ大使館を、まあ、テルアビブからエルサレムに移すですとか、ゴラン高原の主権を認めるですとか、そういった、まあ、イスラエルのこう望むことをやってくれるんじゃないかという期待が非常にある。まあ、トランプさん自身はこのネタニヤフには個人的ないろんな恨みがあるみたいなんですけど、ただまあ実際この大統領選で勝てばですね、おそらくまあ今のまあガザ地区に対するこの攻撃、またパレスチナ人に対する攻撃をまあ非常にこの積極的に支援するだろうというふうに思われます。で、キム・ジョンウンはもうまあ、第一次トランプ政権時代にですね、もうトランプ大統領がラブレターを交わすみたいな、そういうことを言って、いまだに選挙演説の時でもですね、このキム・ジョンウンとの関係を、このなんか、やたら強調するので、いや、それで支持されるんだから、すごい不思議なことなんだなと思うんですけど、それでも、やはり、まあ、北朝鮮の、この、まあ、北朝鮮もこの今、まあ、韓国を第一の敵とするというふうにして、で、まあ、北朝鮮と韓国というのは別の国である、まあ、つまり統一は目指さないというような新しいこの戦略をこう出してきてですね、その中で、まあ、トランプ政権ができたとすれば、この金正恩体制としてもですね、このアメリカとの関係をこううまく作っていくことによって、まあ、逆にこの韓国に対する圧力ですとか支援というものをやめさせる、まあ、場合によってはですね、それこそ在韓米軍のまあ削減ないしは撤退みたいなことまで要求するような、そういうことも起こり得るかもしれないという、こういういろんなまあリスクというんでしょうかね、この新しい状況が生まれる可能性はあるという意味で、まあ、この3人、プーチン、ネタニヤフ、キム・ジョンウンという、この3人はもう本当に、このトランプ政権ができた暁にはですね、大きな世界を変えていくファクターになっていくだろうなと思います。そうですね、とても重要な点だと思います。かつてブッシュ大統領がちょうどイラク戦争の前後に悪の枢軸って言葉を使って、当時はまあイラクとですね、まあ、イランとあとは北朝鮮を指してたわけですけど、今回はプーチン大統領、ネタニヤフ首相とキム・ジョンウン委員長で悪の枢軸ではなくてプロトランプの新トランプの枢軸ができていると。でこの3カ国の動きというものがアメリカの大統領選の結果としてどういうふうに動いていくかということがおそらく相当程度大きな意味を持つんだろうと思います。またやはり今日のお話の中で非常に重要なのがそれぞれ一つ一つ選挙あるわけですけども、この連鎖ですよね。これが他の動きへと連鎖していくと。でこれを思い出すのは2016年6月の23日にブレギジットに至るイギリスの国民投票があったわけですね。これを終わった時にイギリス独立党の党首だったナイジェル・ファラージュが何と言ったかって言ったら、革命はここで終わらないんだと。これはアメリカ大統領選挙にも波及するんだ。でこれで、ナイジェル・ファラージュと当時ドナルド・トランプ氏非常に仲良かったので、それを聞いてですね、トランプ氏が俺もいけるんだと息を吹き返したというふうに言われてますから、そうするとやはりこのアメリカの大統領選挙の行方というものが世界情勢に大きく影響を及ぼす。でここで興味深いのは、実はこの3人の中、この3つ並べた時に中国の習近平主席が入ってないと。
やはりこれよく専門家の方もおっしゃってますけど、習近平主席はトランプ政権の成立を必ずしも望んでないと。なぜならば予測不可能性が高すぎると。政策が長期的に練りにくい。中国のような巨大な国家からすると、やはり何を言うかわからない、何をするかわからないというのは非常に大きなリスクだということは一つ。もう一つはやはりトランプ政権の間に、ちょうど2017年のアメリカの国家安保戦略もそうですし、18年の、当時のペンス副大統領の演説もそうですけど、非常に対中強硬にシフトしたわけですよね。それがおそらくは一つのトラウマになっているところがあると思うんですけども、もちろんバイデン政権でそれは緩んだわけではないと思うんですけどね。そうすると次にやっぱり話すべき点、選挙がない国、中国ですよね。中国がアメリカの大統領選挙、そして今回の台湾の選挙をどう見ているか。特に頼清徳氏が勝った新しい政権ができるわけですね。これを何としてでも阻止したかったところが、さまざまな形で選挙干渉をしたと思いますけれども、言われてますけれども、結局それが効果がなかった。まさにその選挙終わって直後から相当程度軍事的な挑発、領空侵犯を繰り返してますけども、この大きな今年の選挙イヤーで、特にこの台湾の選挙を経て、今の中国の動き、鈴木さん、何か気になることありますか？そうですね。中国の動きというのは、まず、地経学的な観点から言いますと、やっぱり中国経済の問題っていうのが非常に大きな、足かせになるだろうと。つまり、これまで、例えば一帯一路ですとか、この中国の国際的な、影響力というのは、やはり中国の経済に裏打ちされていた部分というのがかなりあると。いう意味では、この経済が不振な状況で、特に不動産不況ですね。これがどこまで、これかなり足の長い話で、相当長引く問題、日本もバブル崩壊の時にそれを経験してますけれども、こうしたその中国の状況を改善するような見通しがなかなか立ちにくいという、こういう状況からですね、若干中国も内向き、ないしは弱気な状況になってくるかもしれないというのが、一つですね。もう一つはやっぱりそういう経済不況と、そして中国に対する地政学的なこのリスクっていうものから、中国に対する投資っていうのが今どんどん減っている。でも特に中国でこのビジネスをやろう。我々地経学研究所でも100社アンケートっていうのをやってまして、で、その時にやはり中国への投資とか中国での経済活動を拡大する、そういう見込みがあるのかという、こういうことも聞いてるんですけれども、その中ではやはりかなり、以前と比べるとですね、やっぱり中国に対する期待感みたいなものが減っているという、こういう側面もあって、やはり中国がこれから国際的な役割を果たす上でですね、こうした外国からの不信感とか警戒感というものが強まっているというのは、これはなかなか中国としても難しい問題を迫られるだろうというふうに思います。で、ディスインフォメーションがうまくいかなかった。台湾総統選挙、それから立法院選挙に介入をしたけれども、あまり効果がなかったっていうのは、これある意味私はディスインフォメーションをあまり過大視しない、ないしは、やはり台湾の人たちはもうかなりこういうことはあるだろうという心の構えができていたっていうのが重要なポイントだと思っています。ちょうどですね、2014年にロシアがクリミア半島を併合した時にですね、これはいわゆるハイブリッド戦といって、このサイバー攻撃ですとか、この様々な戦争、いわゆる軍事力を使わずに、いろんなものを組み合わせて、この攻撃をすることで、なんていうか、戦果、その戦いを、いわゆる武力の行使を最小限にしながら、この、クリミア半島を併合したわけですけれども、こうしたハイブリッド戦っていうのも、最初だからかなりインパクトがあったっていうのはあるんですが、じゃあその後、ウクライナ侵攻、本格的に侵攻したこの2022年の侵攻で、じゃあそのハイブリッド戦が効いたのかっていうと、もうすでに準備ができているので、サイバー攻撃に対しても、また様々な心理戦に対しても、一定のこの対応ができていたと思うんですね。で、おそらく台湾の総統選挙も中国はやってくるだろうというふうに思っていると、ある程度ディスインフォメーションだと言っても、これは中国のものね、みたいな、そういうどこかで、この
ディスインフォメーションをディスインフォメーションとしてこの切り分けることができる。もちろん AI によって作られたまことしやかな画像だとか、そういうものっていうのはやっぱりそれでもやっぱり効果はあるとは思うんですけれども、ただ圧倒的に選挙結果を左右するようなものではなかった。そういう意味ではやはりリテラシーの高さですね。台湾なんかは特にそうですけれども、そういうリテラシーの高さがこうしたディスインフォメーションを排除したという、そういう意味では中国も結構なんか頭抱えるというか、いやもうこういう平和的というか、武力を使わない介入っていうので平和的にこの台湾を統一するっていうのはこれはもう難しいっていうふうに認識し始めてるのかなと。でそうなるとじゃあ武力ってことになるんですけれども、このじゃあ武力って言ってすぐにどうこうなるものでもないので、今はですね戦闘機を飛ばしたりして、このかなり脅しはかけているけれども。これは尖閣諸島なんかの件でもそうなんですけど、中国っていうのは脅しはかけるんだけど最後の一線は越えないみたいなことを、長く続けていく、こうした状況で相手が疲弊することを待ち望むというようなことを、中国はこれからもやっていくだろうなというふうには思いますが、それが結果的にですね本当に何らかの効果を生むのかというと、私はやっぱり中国はもう台湾を統一するにあたってですね、台湾の人たちの心を変えるとか政権を変えるとか、そういう選択肢はだいぶなくなったんではないかなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。やはり中国のさまざまな形での行動の限界というものが見えてきていると。例えば経済の話をされましたけども、中国は今や貿易相手 ASEAN が最大で徐々にいわゆるグローバルサウスの国々との関係が強まって、このことがおそらく欧米に対する敵対的な姿勢につながっているのかもしれませんけれども、一方でこれ投資ということになると圧倒的にやはり欧米日本の今まで規模が大きかったわけですから、これが大幅に低下すると今激減してますよね、中国に対する対外投資。このことが相当程度中国のおそらく経済成長の足を引っ張ってるんだろうと。こういったいろんな世界の動きがあるわけでございますけれども、ここからはですね戦争が行われている時代にこの選挙があるということがまた状況をより複雑にしている面があるんだろうと思います。アメリカが支援をやめる可能性を我々は真剣に考えておかなければいけない。